ここまででいくと多分軽くでもいきたいんですよ。めっちゃいいです。コツがちょっと軽くじゃ切りますね。うわー、これは痛いわ。わっ、これやばいですね。これはまだでも痛い。こういうタイプの人に少し外が立てればもうほぼ 100% 入ります。おすこんにちは、空手家高校です。今回久しぶりに自分のチャンネルでカーフキック解説を、したいと思います。新しい技として世間に認知された時はなぜか禁止技にするべきだとかいう人まで現れましたが、僕が所属する極真会館長谷川道場ではもう40年以上前に僕の師が書かれた技ノートみたいな、技メモから稽古内容を決める技の、紙があるんですが、その時その40年以上前のノートの中にも、普通に〇〇の後にふくらはぎを蹴るっていう感じで、もうカーフキックがもう出てきてて、僕からすると当時僕が入門して何年目ぐらいだったかな、数年目ぐらいに、そういえば最近教えてなかったなこの蹴りって感じで教わったカーフキックで、僕が持ってる、動画だと2005年の試合の時点でカーフキックを実際に使っているビデオがすでにあるので、正直僕らの道場からすると当たり前に使っている先輩たちと相当蹴り合った技だったので、正直カーフキックを禁止技にするべきだみたいな論争が起きた時は何を言ってるんだろうっていうぐらいの感じだったんですが、それで今回、僕らも当然たくさん、フルコンタクト空手の、ルールの中で道場で蹴り合ってきた、カーフキック、これについてですね、狙う、べき、5つのポイントと、その部位ごとに変わる基本の蹴り方を解説していきたいと思います。日頃僕のチャンネルは空手家国の技術解説や他の、武道格闘技の技術を深掘りするなど、見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜18時に、投稿しています。また本気で強くなりたい人や本気で強くしてあげたい人は YouTube では明かせない高血の本気の技術解説が見られ、毎月所属メンバーの全ての質問に高血ががっつりお答えしているオンラインサロン空手家高血のオンライン教室もありますので、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。ではまずはじめにカーフキックはどこで蹴るのか、相手のどこを蹴るのかについて、解説していきたいと思います。では最初にですね、実際カーフキックは自分はどこで蹴っているのかっていうことなんですが、これはコラボ動画とかにもしょっちゅう、出てきた言葉なんですが、欠状骨っていう場所で、くさび状の骨って書くんですが、ちょっと足写していただきますか。ここですね、ここの骨ですね、ここ触ってもらうと分かると思うんですが、中手骨の付け根のこのポコって出てる骨があるんですね。ここの骨ですね、ここの骨ピンポイントでここだけを当てるっていうのが結構ポイントになってきます。ちなみに蹴りを当てる部位なんですが、これちょっと汚い足で申し訳ないんですが、内側に関してはくるぶしから、くるぶしの中心に指を置いて3本分のこの部位ですね、この内側のこの部位、であとこの皮膚付近のこの付け根ですね、この辺り、中腹でも効くんですが、基本ここの辺りで、外側に関しても、くるぶしの中心に置いた3つ上の部分、ここの部分、これ実際自分で押さえていただくと、めっちゃ痛かったりするんで分かると思います。でプラス、ここのすねの正面ではなくて、すねの横のここの筋肉です。ここの筋肉の中心、ここの位置ですね。でここの筋肉ずっとあるんで、ここからこのぐらいなんですね、ここの部分ですね。であと一番多分メジャーで蹴られているのがこの腹筋の外側のここですね。ここは腹筋であればこの辺りぐらいであれば効きますので、基本的にはこの5つですね、外側が1、2、3個で内側が1、2個、この計5つです。よいしょ。今ご説明したこの5つの部位に関して、それぞれ蹴るコツなどが違いますので、あくまで僕が、蹴り分けているのがここの5つの場所なので、こちらに対して、どうすればいいのかということを解説していきたいと思います。まず最初は一般的なのが、ふくらはぎの外側の、カーフキックですね。これがいわゆるカーフキックっていうと今一般的に言われているものなんですが、これは当たった時に一発の効果が大きくて、当たれば相手の足の動きをもう本当一発二発で奪うことが可能になるんですが、カーフキックの中で実は最も、自爆のリスクが高く、相手をコントロールできていない状態で蹴ると膝を蹴って、自分の足を壊す可能性が、高い蹴りになります。ちょっとじゃあ誰かで、さっき言ったみたいにいわゆるこちらの外側のこちらのここの筋肉をこうバーッと出てくるんですが、これ正直なんなら欠場骨当てなくても、欠場骨は当てた方が絶対効くんですが、ここ当てなくてもこうバチコーンと思いっきり蹴ればこの一発で相手持っていける技なんですが、これ膝をですね相手の蹴りの方に向けて
この形ですね、まっすぐではなく相手が切り向かってくる方にこう膝をぶって出すだけでこれ対策ができるので、ちょっともう一回戻してもらいます。ここを蹴ろうとした時にちょっと前出してもらいます。これガーンっていくと、膝を自分のすねで思いっきり蹴るっていうことが結構起こっていて、実際これ UFC とかでも蹴ってこのバーン蹴った足が先がボキッて向こうに行っちゃったりっていう、実際に事故が起きているので、正直、ここに関しては特にフルコンタクト空手をやってる人だと、カットはかなり慣れてるので、ローを来た瞬間に足が全く動かない人ってかなり少ないので、ここを思いっきり蹴るのは正直フルコンではお勧めしません。で、僕らも昔カーフ蹴り合ってたので、先輩たちやっててこの辺蹴って思いっきりそうやっちゃったっていうのは経験してるので、正直ここはあまり僕らは、やっていませんでした。これただフルコンタクト空手だとここを狙っていって自爆するリスクが高いっていうのと、立ち技の人基本的に、こう構えているタイプには、与えづらいんですが、これ実は前足のつま先が少し内側に向くタイプですね。ちょっと内側に向けてもらってます。こういうタイプで少し足広めにしてもらって重心こう落とすタイプに関してはこれカーフキック外側全然蹴れます。でこれやってもらうと分かると思うんですが、この構えした時点で、蹴ってきた時に膝をこちらに倒せないんですよね。こう相手の方を向けてる場合は普通に振ってやって振って前に行くだけなんですが、こっち内側で重心をガツッと落としちゃうと、もうそもそもこっちに持ってこようと思うとこうしなきゃいけないので、そもそも前後に開くして内側につま先が向いてる選手がこっちに膝を向けようと思ったらほぼ不可能ですよね。多分やっていただくと分かるんですが、こういうタイプの人に関しては蹴れます。カーフ外側に関しては。なので、相手のつま先がこう内側で重心が低いタイプであれば、ちょっとこれ実はカーフこちら外蹴る場合はポジションはこちらよりも少し外に立つのがメインになるんですが、なんならもうこういうタイプの人に少し外が立てればもうほぼ 100% 当たります。ここはねバーンって蹴っていても多分こっちの人もカットできないので、これ、外側のカーフに関しては重心低くてつま先もし内側に向けてこう構えるタイプであれば意外にもう外を取っちゃえば結構簡単に蹴れるので、ここ知っておいていただければなと思います。でもフルコンの選手で正直こうやって構える人は少ないので、あまりここはお勧めしないですね。相手が、蹴れそうなスタイルであればちょっとこれは知っておくと便利だと思います。ありがとうございます。そして2つ目が僕がメインに使っていた、ふくらはぎのさらに下ですね、先ほど説明したくるぶしの少し上の部分、こちらのカーフキックになります。これに関しては、ローキックとは違う蹴り方になるためちょっと技術が、必要なんですが、これ蹴り損ねた時に、先ほどのふくらはぎの蹴りと違って自爆する、部位がそもそも蹴っていった時に自爆する部位がないので自爆リスクがかなり低く、蹴れるのが特徴です。ただ、ふくらはぎのように一発で相手の筋肉を痛めつけるわけではないので、この技自体は、相手の、なんていうの、痛みで相手をコントロールすることが主目的になります。ちょっとじゃあごめんなさい。これ過去にも動画で解説したんですが、これに関しては、相手の膝よりも当たった時に自分の膝が必ず、相手の膝を超えているラインで当てるということと、欠場骨を当てるために足首伸ばすんではなく少しこう背屈っていうんですけど、足首をこう伸ばさずにちょっとこちら側ですね、こちら側でこう当てていくことでこうペチッと当てちゃうとこれ全然痛みが伝わらないので、相手をここに骨をコツンと、蹴った時にこの何ですかね、バチンじゃなくてこうコツってっていう感触が得られるので、このコツって今みたいな本当めちゃくちゃ感が出るんですけど、相手がっていう顔したらもうコツをあとはこのコツの当たる角度でそのままでバンって入れれば全然効きますので、これはちょっと、お互いで最初うまく当てれない場合肩こうやって持ってもらってバランスうまくとってここかなってこうやってポジションとか探してもらって、蹴った時に、どこだろうとこうやって当てていって、で相手にこうやってやった時に痛いって言ってもらえたら声出してもらうと分かりやすいですね。表情は僕には伝わるんですけどそうです、当てた時にここで多分こうやってやると痛くないですよね。でこうやってこれ痛いんで、この角度を本当ずらすと痛いところは痛くないところがあるんで、ここがこ
ここが当たると痛いんだっていうのが分かれば、そのポジションで練習してもらえばなと思います。これに関してはポジションとしては、外ではなく、正面ぐらいが、ポイントになっていて、これ相手の膝を自分の膝が内側に越えてこなきゃいけないので、少し内側もしくは正面ぐらいですね。こっちに立っちゃうとこれうまく、よほどこうしないと当たらないので、基本こちらが正面ぐらいから膝を内側に入れていくっていうのが今回のこの蹴り方のコツになります。でこれさっき言ったんですが、ここと違って相手の筋肉を壊す技じゃなくて、あくまでいったって起こせる技なんで、これガンって蹴って相手の人は痛ってなってこうやって足が反応したりとか、痛いからってこうやってスイッチしてくれたら、もうこの蹴り成功です。もうなんならこう構える人がこの技をこうやってバンって蹴られて嫌がってスイッチしてくれたら、もうこれで得意な形じゃなくなるんで、これ完全に簡単に勝ってるようになるので、こうなってくれたらもう逆に成功だと思ってもらって全然大丈夫です。ありがとうございます。3つ目続いては、すねの筋肉への蹴りなんですが、これはフルコンタクトルールで、フルコンタクト空手ルールで、使う場合は基本的に相手がローをカットしようとして膝を上げた瞬間に、狙う技になります。これちょっと特殊なんですが、すねのこの外側のここの、ごめんなさい、すねの正面じゃなくて外のここの筋肉を狙う蹴りなんですが、蹴った時にちょっとすねと大きくしてます。こう上げた時に上げるんだなと思ったら、斜め下からそのままここにカツンって蹴りを持っていくイメージで蹴ってもらって、ちょっとここでそもそもここを初めからこれ狙いですね。狙っていくことで、ですかね、カットここまでこうやって上げてくれるタイプですね。正直これでこうちょんって上げるタイプにはできないんですけど、相手がこう上げてくれるタイプであれば、例えばちょっと考えてます。ローをパンって蹴った時にカットしてくれるタイプだなと思ったら、パッてやってローを、打つよってふりして相手が上げてくれた時にちょっと上げるんです。この時にバシンって初めからこう狙いっていう形で蹴り替えていくと、意外とここって思いっきり蹴ると効くので、こうパンって蹴った時に相手がカットしてくれるって分かれば、カットを誘って下から斜め下から本当そのままパチンって蹴れば蹴ること可能なので、これが相手の突き狙いで可能になります。で、ちょっと考えます。この時一応は相手が本当さっきみたいにちょっと踏ん張ってもらっていいですか。ですね、ちょっと広めで広めでこれはこれです。踏ん張ってもらうタイプに関しては、これ内側のポジションを取ると正面から結構実は可能だったりはするんですが、これもフルコンだと正直おすすめはしないですね。こうなんですかね、ローに反応できるんで、画面パンチがあるとまだ変わってくると思うんですが、もうここから下しかない競技であると、いきなりこのポジションを取ってたからって蹴ろうとすると絶対足を動かしてされてしまうので、ただ一応このポジションを取るとこの外国にここも蹴ること可能なので、一応、可能ではあるということでちょっと覚えておいていただければなと思います。もしかしたらあれですね、総合の選手が結構これ有効になる理由が多分こうなんですよね。結構落としてタックル切ろうとしてグッて構えるとどうしても内側に行く選手が多いので、その辺はフルコンと違うのかなと思います。では続いて、4つ目ですね。4つ目は内側の、このくるぶしの上ですね。これ実はめちゃくちゃ痛いです。これも倒し技にはなりにくいんですが、これはもう本当1発2発で相当嫌がる技になってくれるので、こちらもちょっとじゃあすみません。これがじゃあ相手のくるぶしの上ですね。で蹴り方は、ほぼ、外側のくるぶしの上の蹴り方とかと一緒で、これに関して、ポジションは、サウスポーの人に対して、こちらの足は、斜め前じゃなくてほぼ真横に、ずらすような形で、ここに、この血上骨をフィットさせます。これも、必ず膝を相手の膝が自分の膝が超える、相手の膝を自分の膝が超える形で、これを少しこちらでは当てていって、ここでポツって、ここでポツって外します。これもこれ、多分最初自分でこうやって骨をこうやって指でこうやって押さえるだけで多分痛いのが分かってもらえるんで、自分でここ痛いなと思ったら、そこに自分のこの骨をポツンって当てていく。ここでポンってやると多分痛いので、これを、踏み込むときにこのぐらいのポジションからちょっと外に踏み込んで、ちょっと離れてやります。ここからやっていくと結構、ダメージを与えることができるので、基本はこれちょっとこちらですね。これ正面に立ってこうやって蹴ろうとすると綺麗にミートしないので、ちょっと必ずこちら側にスライドして、
こう当てていくっていうのが結構大切になるので、この前足のポジションですね、これ、各自ちょっとこれ多分練習してもらわないとわからないので、相手に対して自分の足がどのぐらいで横に踏み込むと当てれるのかっていうので、当然慣れてこれば足首の角度を変えたり、膝の関節とか膝のこの伸展度合いでこの距離を変えること可能なんですが、最初のうちは多分、今ここだからこうとか、今ここだからこうっていう変えるの大変なので、最初はもう自分が一番こうさっきみたいに持ってもらってこうやって蹴りやすい位置を探していただいて、そこでフィットする形で蹴っていただければ、これもコツンコツンが成功です。ペチンとかじゃなくて、こう本当これでコンコンコンってやってて、痛いかったら OK みたいな形でそこの部位を当てるっていう練習になりますので、これ正確にそこを当てるというのが大切なので、ちょっと練習してみてください。最後5つ目が、内側のふくらはぎを蹴る蹴りになりますが、これ正直当たれば一発で相手の攻撃を封じれる蹴りなんですが、実は当てるために入らなければいけないポジションがちょっと危険すぎてあまりお勧めできない蹴りになります。ちょっとこれ、理由を説明したいと思います。で、相手のふくらはぎのこの上ですね、こちら蹴ろうとすると、正直さっきみたいにこちら外にとってはこれ相手のすねが邪魔で蹴れないので、どうしてもこのふくらはぎのここを蹴ろうとすると、自分がこちらですね、相手の内側の方に立ってこちらから蹴らないと、ミートしなくなってくるんですが、多分やってもらうと分かると思うんですが、この状態でここを蹴るって相手の正面に自分から入ってくる動作になって、なんならこれ蹴ってなんか合わされたりとか失敗した場合のリスクがあまりにも高いので、あんまり正直この、蹴りに関してはお勧めできないんです。ただ、使うとしたら、前コラボさせてもらった上田幹雄選手とかが使ってたパパンっていうああいう蹴りとかで最初にちょんって当てて、人間こうパチって触れられるとそれに対して打って反応するんで、固めてからパンって蹴る弾くスピードでパチンってそのバチコーンって蹴るんじゃなくて、ちょんパンとかパチンって内側蹴っといて落ちる瞬間パンとかっていうこういう形で蹴るんであれば、使うことが可能なんで、一発で、効かすようにこうやってバチコンって狙うのは正直お勧めできないんですが、あえてちょちょんって当てる、技術が使えるんであれば、可能になってくるので、ちょっとこれ参考にしてもらえればなと思います。いかがだったでしょうか。実はカーフキックといっても、蹴る部位も蹴り方もいろいろあり、それぞれにメリットデメリット、向き不向きがありますので、ぜひ今回の動画を参考にしていただき、自分のスタイルに合った、カーフキックを取り入れていただければと思います。さらに実践で使えるようになってくると、間合いによる蹴り方の変化やポジショニングなども加わりますが、今回ご紹介した蹴り方をベースにぜひ研究していただければと思います。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。もし動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して空手家国の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす相手が簡単に崩れる攻撃方法があったりするんだけど、これは強く打っても倒れないんですけど、いいですか。こうするとこれ簡単にグッと押すと相手下がってしまう。これなんでこう起きるかっていうのをちょっと今から解説したいと思います。